どこだここは。手かせ足かせに首輪もか。そうか、私は捕虜にされたのか。蛮族ごときに敗れて。蛮族の逆撃激しく、義務兵隊は壊滅、左翼前衛が崩れました。うろたえるな。それでもイルドレンの統制騎士か。左翼を下げつつ中央と右翼を伸ばして反眼光陣をして蛮族の攻勢を受け流しつつ撤退戦に移行せよ。しかしここをうまく切り抜けても主力の兵が減りすぎた。これ以上の損耗をすれば本国へも帰れなくなる。7年続く第17次東方征伐もここまでか。せめて友軍を一人でも多く返さねば。統制軍の将水晶兜だな。凡脈の戦士相手はあえておったのだ。一騎打ちと教じぬか。この土壇場で手だれが来るか。甲冑を紙のように咲く剛健の使い手を放置すれば撤退など不可能。余裕の表れか。奴が一騎打ちを所望するのなら受けぬ手はない。副長、はあれは数では止められん。あとは任せた。兄上に伝えよ。私は祖国に命を捧げたと。どうかお力をお貸しください。ここまでか。見事だ。わしを相手にこうも粘るか。殺せ。断る。その身柄いただく。なに、命の心配は無用である。その体には良い使い道があるのでな。そうだ、私はあいつの戦利品としてさらわれたのだったな。家畜扱いで濃度あたりにでもされるのか。いや、それとも拷問の末情報を吐かされるのが先か。わざわざ生け捕りにしたのだし、少なくともそれなりの理由が。その体には良い使い道があるのでな。まさかとは思うが、
女と知ったがゆえに捕らえたのなら慰み者にでもする気か。嫁入り前の貴族の子女になんたる恥ずかしめ。ここはやはりけだもののすか。それに私に忠義を誓った将兵はどうなるのだ。私と伝軍が稼いだ時間では組織的な全軍撤退はどう考えても不可能だ。コスメの部隊は退けても前線は散り散りに逃げるほかない。討ち取られるか、あるいは番地でのたれるか。そしてそれ以上に蛮族が支配する東方の土地を平定しなければ故郷の民たちは民の安寧を守るという貴族の責務が果たせぬ無念。随分と殊勝な貴族ですね。誰だ。私は絶意。あなたを捕らえたあのお方のそば使いです。なるほど。目的は私から情報を得ることか。情報を得る？一体何のことです？とぼけるな蛮族の娘。その怪しげな器具を使って情報を吐くまで拷問にかけるつもりだろう。私が仰せつかったことは一つだけです。戦利品であるあなたをあのお方好みに仕上げることだけですから。戦利何の真似だこれは。何って暴れられたらやりにくいですから。ついに始めるか。この拘束いかに苛烈に攻める気だ。だがしかし私は拷問ごときには屈しはしない。そろそろ目覚める頃合いか。わしの宝よ。なんだ、なんなのだこれは。よし、だいぶ汚れは落ちましたね。だから何をしている。何って言われましても、見ての通り血や赤を拭いてるだけです。そりゃまあ汚いですし。ああ、それにしてもあのお方と数回打ち合った騎士と聞いてましたが、どれほど武骨な女かと想像していたら、なかなかどうして。同性の私から見ても女らしい体つきじゃないですか。ふざけるな。騎士に女らしさなど必要あるものか。そうですか。まああなたの言い分はどうでもいいです。大事なのはあのお方の目にかなったということ。何の話をしている。それを知ってどうなるというのですか。いえ、知ったところでどうにもならない。この地を出ることはもうないのですから。やはりその道具は。さあ仕上げといたしましょう。ここまでか。目的は尋問や拷問ではない。この香り紅葉捕虜に使うか。いやそれはいい。問題はそもそもこれが何の準備なのかということだ。さて、おおむねよろしい出来栄えでしょうか。順当に考えれば捕虜を使った蛮族の風習。まさか
だ。落雷？いえ、この大音城はあのお方の。やつか。ほう、見違えたではないか、水晶兜よ。戦場では名乗るいとまもなかったゆえ名乗ろう。わしの名は大族長赤眼のウルダインが着し、来世のベイオル。改めて見れば凄まじい巨躯、それにあの黄金の瞳、人のものではない。なるほど、読めたぞ、貴様らの思惑が。20年前の統制に参加していたおじい様から聞いた話、おとぎ話と思っていたが、よもや真実とは。貴様の人外の瞳が物語っている。だがイルドレン王国ラビラント辺境伯領全領主マティウスがマッシにして、東方征伐軍第一騎士団長セラフィーナ・ド・ラビラント、命乞いなどと無様はさらさぬ。煮るなり焼くなり好きにするがよい。そうだ、たとえ好みがどうなろうと意地くらいは貫いてみせる。セラフィーナ、セラか、良き名だ。だがなセラ、生贄とは何の話だ。わしはそなたを花嫁として連れてきたのだが。花嫁？誰が？そなたが。誰の？わしの。聞いてない。私は騙されん。油断させておいて怪しげな儀式に使うつもりだろう。もしそうならとうにそうしておると思わんか。だが私と貴様は敵同士ではないか。敵をめとってはいかんのか。当たり前だ。何、西方ではそうでもわしらにはそうではないのでな。何？わしの一族は先祖代々そちらの女騎士を妻にめとることが伝統であるゆえに。めちゃくちゃだ。そんな珍妙な理屈で私が納得すると思うか。しないのか。するはずが。そなたが先ほど言ったではないか、煮るなり焼くなり自由にしろと。それとも口だけであったか。うかつ。もっともわしとしても掟やしきたりだけで選ぶわけでもない。わしは剣でそなたが良いと決めた。千の言葉を尽くすより剣は誠に語らう。そなたの剣筋は実にまっすぐであったぞ。一目惚れするほどに。というわけだ。無理やり手ごめにはせんから安心しろ。ではなセラ。ちょっと待て。なんだこれは。何って求婚ですよ、求婚。国王より勅令が下った。第17次東方征伐が始まる。我が妹セラフィーナ、お前は第一騎士団長に任命された。ラビラント家の加盟に恥じぬ武功を収めよ。はい。待て、
イルダール公爵夫人から宴席の招待状が来ている。それが何か？無論セラフィーナ姫宛てだ。はい、出席いたします。報酬高いじゃねえか。でも怖えよ、知り合いも帰ってきてないし。統制が決まったのか。俺は義勇兵に志願するぞ。おい、ラビラント家の馬車だ。おや、珍しいお方がいらしてる。まあほんと。最近は食事の質も落ちてますわ。戦争が続くほど我々は儲かるですな。さすがはセラフィーナ姫ですな。お美しいというより凛々しいですわね。騎士団長様だ。まったく嘆かわしいよ、女に率いられるとはね。まあ騎士団の中でもその強さは一二を争う。その上ラビラント家となれば軍を率いるのは当然だが、女が強くて何の意味がある。帰りたい。セラフィーナ様、こちらにいらしたのね。探しましたわ。こんなところでお一人で。さあ、こちらにいらして。お久しぶりね。何年ぶりかしら。聞きましたわ。統制軍の騎士団長になられたのでしょう。ええ。まあ恐ろしい。東側には見たこともないような凶暴な生き物がたくさんいるのでしょ。噂では火を吐くドラゴンや魔物がいるとか。ドラゴンや魔物はおとぎ話ですよ。でも危険なことには変わりありませんわ。何しろ蛮族と戦うのですもの。蛮族って人の姿をした獣というではありませんか。女の騎士をさらって生贄にするとか。そんな恐ろしい東の地へ行くなんて女性が行くところではありませんわ。東方を平定するのはこのイルドレン王国建国以来の悲願。平和のために民のために統制に向かうのを私は貴族として誇りに思っています。それは殿方にお任せすればよろしいのよ。女だてらに戦ってもいいことは一つもないわ。あなたのお慕いしていたウィスタレシア様だって結局は戦場で行方不明になってしまって、女は結婚し家を守るのがやはり幸せですわ。のんきなものだ。豪華な食事に楽しげな音楽とは。度重なる不作で民は飢える一方だというのに。そこまでだ。反抗するなら命の保証はできぬ。この者たちは。その剣は貴族の。構わねえ、やるしかねえ。お前たちこのような悪行は初めてだろう。飢えて死ぬよりはマシだ。お前に何がわかる。二度と悪事を働かぬか。もらっていいのか。ああ。すまねえ。これでガキに飯を食わせられる。もう二度とやらねえよ。行こう。ありがてえな。ああ、
今しばらく耐えてくれ。皆が豊かに暮らせるよう、私が必ずや東方を平定する。行ってまいります。国のため、民のために力の限り戦います。どうかご加護を。ウィスタレシア様。セラフィーナ。兄様。またもやパーティーで相手も見つからなかったのか？は、何をおっしゃっているのですか？これから出撃を。黙れ。女の身で騎士でいたいなど、一体いつまでわがままを言う気だ？何を？筆頭の箔付けならもう十分だ。既得なもらい手のあるうちに嫁ぎ、剣で祭りごとは動かん。セーラー、セーラー、セーラー、わしの嫁になれ！なんだ？わしの嫁になれ！夢、あの蛮族の、なぜ？何の音だ？In the endless cycle of day and night, we live for lies. Tell me more about your world than what is whispering to me.